の仲間がスレッズの母になってるのだ。どういうことですか？スレッズで、占い師、を名乗ってぼったくりをやってるずんだもんがいるのだ。あ、新宿の母、みたいなことですか？時給400円だからって、こんな魂を売った商売、許されないのだ。でもちゃんと先生術とかカウンセリングを学んでやってんなら、副業としてありなんじゃ。甘いのだ紬、時給400円で占いやカウンセリングの専門書なんか買えるわけないのだ。確かに、しかも先輩たち旅算で996労働ですもんね。じゃあ、どうやって鑑定してるんですか？ここで出てくるのがチャット GPT なのだ。相談をコピペして AI に回答させて、もっと詳しく知りたいなら3000円払えって誘導してるのだ。ひどい。それ、ただの AI の転売じゃないですか。しかもこの3000円が絶妙に悪質なのだ。チャット GPT の月額とほぼ同じ。つまり、客を一人はめれば自分の AI 代がタダになる計算なのだ。本人が直接チャット GPT に払えば、3000円で1ヶ月間、24時間相談し放題なのに。そもそも、本当に深刻な悩みがあるなら、AI 占い師ごっこじゃなくて、心療内科や公認心理師に相談してほしいのだ。ちなみに、カウンセラーって色々あるけど、日本で唯一の国家資格は、公認心理師だけなのだ。迷ったらここを探すのがおすすめなのだ。確かに、民間資格は玉石混交ですからね。まずは医療機関か、国家資格保持者ですね。人生の悩みは、AI 副業の片手間で解決できるほど軽くはないのだ。そうですね。いっそ民間資格の乱立にも、国がもっとメスを入れればいいと思うんですけど。なのだ。それ以上はボイスボックスや僕たちの公式の利用規約、政治的発言、特定の主張の禁止に引っかかるから、やめておくのだ。危なかったですね。消されるところでした。僕の仲間がカピバラで荒稼ぎしてるのだ。先輩落ち着いてください。どういうことなんですか？まさか違法にカピバラを輸出入して売りさばいてるとか？いや、カピバラ AI 動画を作れば一攫千金って動画や有料記事を書いて稼いでるのだ。違法性はなくてよかった。良くないのだ。真に受けてカピバラばっかり YouTube や TikTok に溢れるのだ。車を運転するカピバラ、サーフィンするカピバラ。面白くて癒されそうですけどね。僕は時給400円で済んだモーターの軽自動車をガタガタ言わせてるのに、カピバラはベンツやフェラーリ、ポルシェ。ここまで問題点が先輩の嫉妬しか見つかりませんが。なるほど。紬は AI スロップという言葉を知らないのだ。スロップ？簡単に言えば AI で量産した価値のない動画くらいの意味なのだ。実はこの量産型カピバラ動画、YouTube をはじめとしたプラットフォームではいずれアルゴリズムで引かれるのだ。よく考えてみるのだ。僕が怒ってるのは AI でカピバラ動画を作ることじゃなくて、カピバラ動画を作ると儲かるという動画や有料記事を作ったり書いたりするずんだもんなのだ。そういえば、本当に儲かるならなんで自分が作らないんでしょう？これが AI 副業界隈の闇なのだ。確かにカピバラは人気があり、特にミームの影響で海外受けしやすい。今は多言語展開もジェミに API さえあれば余裕でできるから世界の視聴者を取ることもしやすい。だけど、YouTube はこういう AI を安直に使っただけの動画は動画投稿プラットフォームとしての価値を毀損するとしてアルゴリズムに載せなくしようとしてるのだ。じゃあ、騙されてカピバラ動画を量産した人たちは、すぐに収益化できなくなっていくのが目に見えているのだ。AI はあくまでツールなのだ。このズンツムスクールも AI は競合チャンネル分析、画像生成、動画レンダリングと幅広く活用してるけど、ストーリーは自分で考えて、調べて、構成してるのだ。結局楽な副業なんてないってことですね。詐欺とかにも言えるけど、儲け話を見たら、なんで自分はやらないんだろう、と立ち止まって考えるのがマストなのだ。ゴールドラッシュで儲けたのはシャベルを売った人なのだ。シャベルは小さいからスコップを売った人では。このチャンネルの中の人はお父さんが関西人だからシャベルを大きい方と思ってるらしいのだ。なんで関東と関西でシャベルとスコップの意味真逆なんでしょうね。実質学的にはシャベルが大きい方なので関西の方が正しいのだ。でも関東ではなぜかスコップの方が大きい方なのだ。日本語難しいのだ。よくわかんなくなってきた。とりあえずこの動画のまとめはカピバラにスコップを売りつけて鉱山を掘ってもらえばいいんでしたっけ？それはあまりにもカピバラさんがかわいそうなのだ。僕
の仲間が AI 生成楽曲で月30万。なんで動画をアップロードしているのだ。先輩の仲間のずんだもん、また闇落ちしたんですか？昔から AI 作曲はこの手の AI 副業界隈では定番の古典的なやり口なのだ。そういえば、勉強する女の子を背景にローファイ音楽をかけっぱなしにする作業用動画とか YouTube でも流行りましたよね。Spotify でも一時期はローファイが聞き流す音楽だから作品を気にしないという理由で大量に AI 生成されて投稿されたことで話題になったのだ。まあ、その後 IAJU&U にランキング抜かされたんだけど。まあ、あのジャンルは YouTube や TikTok でアジア圏を中心に大人気ですからね。ニコニコの人には馴染みないジャンルなのだ。例のあれ、手タグに隔離されてますからね。ニコニコでは。YouTube だと可愛い女の子 VTuber さんが普通に、あのジャンルの音声や語録を使うからびっくりするのだ、と話が脱線したのだ。とはいえ最近は Spotify などのサブスクサイドも結構対策していて、30秒以下の曲や環境音など、機能的オーディオに該当する曲は収益化基準が引き上げられたり、過去12ヶ月で1000回再生されないと1円も入らなくなったりしてるのだ。AI そのものが悪ってわけではないんですね。AI 使用を開示していれば問題はないのだ。機械の使用まで制限するとエレキギターやシンセサイザー、初音ミクさんまで禁止になっちゃうのだ。でも、適当に1万曲アップロードするだけでは管理費だけで赤字になったりするのだ。2026年2月19日に12にでも音楽生成可能になりましたから、またこの手の副業ネタが盛り上がりそうですね。使うときは自分の動画作品の BGM に使うなど、付加価値として使うべきだと思うのだ。じゃあ先輩が不憫な目にあった時の BGM 作っちゃおうかな。ひどいのだ。それじゃただのうち用 BGM なのだ。僕の仲間が美女になっちゃったのだ。いや待ってください先輩、どういうことですか？整形したってことですか？いくら整形外科が大安売りの時代に突入したとはいえ時給400円で整形は無理なのだ。いや韓国や東南アジアでは激安って聞きますよ。日本人や中国人は韓国に整形旅行行くのはもはや当たり前じゃないですか。時給400円って言ってるのだ。飛行機のチケットも買えないのだ。そうでした。で、じゃあどうやって美女に？正確には AI 美女でインスタグラムやスレッズ、X、YouTube などでアカウントを開設しているのだ。ああなるほど。それが問題なんですか？まあ趣味でやってるわけじゃなくて、完全にマネタイズしてるのだ。ごっしょりなサイトに誘導したり、アフィリエイトやマッチングアプリの宣伝したり、それをもとにノウハウ販売したり。確かにそういうのは良くないと思います。しかもね、これ中国で有名な日本のセクシーアイドルさんやジュニアアイドルさんに酷似してるのだ。学習元データからして肖像権に触れそう。そもそもちゃんと買ったのだ。明らかに海賊版サイトから違法ダウンロードしてるでしょうなのだ。これまでの AI 副業に勝つシリーズでも一番闇な展開になりましたね。ちなみにたまに反 AI が法整備が追いついてないからだとこれを錦の御旗にしてるけど、ちゃんと現行法で裁けるのだ。あ、そうなんですか？肖像権、詐欺、児童虐待、逆にセーフなとこあるのだ。AI 規制なんて馬鹿げたことしなくても現行法でバッチリ全て黒なのだ。まあそりゃそうですよね。それでもこの手の副業が多いのはなぜでしょう？ AI が広まる前からディープフェイクや借り物の美女画像によるアフィリエイト、マッチングアプリの勧誘は普通にあったからじゃないのだ。マッチングアプリは紹介料をもらうだけじゃなくて、そこからカルト宗教やマルチ商法、政治活動へのオルグにつなげるケースもあるのだ。AI 関係なく怪しいと思ったら近寄らないことですね。ちなみに運営してるとおじさん公文がひっきりなしに飛んできて精神崩壊するらしいのだ。因果応報、なんですかね。答えを一番最後に言わされる雑学動画。重要なポイント、危険箇所を省いた雑学動画。企業のステマの雑学動画。流星は本当に大忙しなのだ。まあ、小太郎くんやマロンちゃんをはじめとした他の男性ライブラリより規約も性質も使い勝手がいいというのが大きいでしょうからね。ということで、今回は AI 副業に勝つ青山流星編なのだ。ついに名前が入っちゃった。ということで、ボイスボックス1期生として2期生の紬に問うのだ。青山流星といえば、さっき先輩が答え言ったじゃないですか。雑学ショートの王ですよ。正解なのだ。さて、性質や規約は私がすでに解説したわけですが、なんで流星さんの雑学動画自体が多いんですか？
これは動画の方も解説しておくと、ノーラングやブルーといった簡単にショートが作れるサービスがあるのだ。前者はボイスボックスを直接使うことができ、流星の他にもメタンなんかもよく使われているのだ。後者はボイスボックスを直接使えないけど、台本を作ってくれるのでそれを読み込ませて字幕と同期させるだけなのだ。あとは雑学を集めてくる手間ってことですか。そしてそれ自体も N8N や Google Ads スクリプトといった YouTube アルゴリズムの攻略法があるのでほぼ全自動でできちゃうのだ。つまりニーズすら攻略できちゃうんですね。ただ、雑学語ってるだけなのだ。問題は、そこにクリエイティビティはあるんか？愛が一番、アイフルですね。ここでは良くも悪くも銭が一番な気がするのは内緒なのだ。あはは。YouTube はこの手の動画を繰り返しの多いコンテンツとしてアルゴリズムに載せなかったり、収益化を剥奪する方向に動いているのだ。じゃあいずれは青山流星さんは王座を明け渡すことになるんですね。そうしたら何に使われるんだろう？いや僕らと同じボイスボックスなんだからそこは仲間に入れてあげるのだ。つむぎ。今日は俺も解説に参加させてもらうぞ。流星、よろしくなのだ。よろしくお願いします。さて、俺の回の一つ前が AI 美女編だったが、今回はその中でも成人向けコンテンツに絞っていくぞ。 AI 美女は AI グラビア界隈っていうのがあるんですよね。まだただのグラビアにとどまってるならいいんだがな。やっぱり、ごっしょりは多いのだ。ああ、成人向けコンテンツは数多い。そして人間の三大欲求である以上、確かに儲かることも多いんだ。アーシは女子だから複雑ですけど、成功しやすいんでしょうね。でもそれが罠なのだ。ああ、日本、海外どもに引っかかりやすいポイントが非常に多くある。数回に分けて解説することになるだろう。今回は日本法だ。日本は世界でも珍しく、モザイクをかけないと刑法175条に引っかかる。海外はモザイクいらないんでしたっけ？簡単に言えばそうだが、その辺の話は次回以降に回そう。重要なのは、AI グラビア界隈ではこの手のことが守られていないケースが多々ある。刑法175条って常識じゃないのだ。甘く考えているやつが多いんだ。例えば、販売サイトや法人を海外に置けばいいと思ってるやつがいる。海外なら OK なのでは？実は2025年8月21日に重要な判例が出ている。FC2 というサイトがあるんだが、ここが成人向けコンテンツを扱っていた。今でも存在するのだ。このサイトにはモザイクのない成人向けコンテンツもあったが、法人もサーバーも海外にあった。だが京都地裁は、代表者が日本人であり、日本人向けに作られたサービスであった、として、創業者の属地主義を根拠とする主張を退けたんだ。なるほど。つまり日本人向けに売ってたら、サーバーが海外であろうがアウトというわけなのだ。AI は既存の法律で裁けるって先輩も言ってましたけど、流星さんの出してくれた事例からすると結構な人たちが引っかかってそうですね。運よくこの動画を見たバカは悪いことは言わないから販売をやめるんだな。そうでなきゃ警察の世話になることだろう。今日はここまで。次回も見てね。今日も俺も解説に参加させてもらうぞ。流星、よろしくなのだ。よろしくお願いします。前回は日本の刑法175条が海外サイトであっても日本を対象にしていれば摘発対象になるという属地主義の否定の判例からスタートしたが、じゃあ海外は別に成人向けコンテンツにオープンというわけではないんだ。モザイクをする必要がないってよく言われますけど、そもそも論の話なんだ。モザイクをするしないではなく、内容でセーフ、アウトを決めていて、むしろ日本より厳しい。例えば未成年に見える場合、それが成人済みの演者であってもイラストであっても容赦なく摘発対象だ。じゃあ例えば僕のこっしょりは、海外じゃ一発でアウトだ。さらに、イギリスやアメリカでは身分証やクレジットカードを登録しないとそもそもそういったサイトを使うことができない法律になっている。そしてクレジットカード会社は裁判で連帯責任を負わされかけたこともあり、そういったサイトでの決済を認めないように規約を厳格に適用し始めている。つまり、そもそも配信できるサイトがなくなっているということなのだ。そうだ。だから海外でなら収益化できるなんてのは夢物語になりつつある。ちなみに海外では成人済みのコンテンツ出演者の身分証のコピーを全て保管しておく必要がある。あれ？じゃあ AI コンテンツは？当然、AI 成人向けコンテンツに出演者なんていないから排斥の方向に向かっている。EU AI アクトなど AI 生成成人向けコンテンツに巨額の罰金を懲罰的に支払わせる法律もできているぞ。重要なのはこれが反 AI の文脈で語られがちなことだが、彼らは法整備が追いついてないとしきりに言う。でも、法整備がなされているからこそこうなってるのだ。その通り、AI に関することはそもそも AI 以外のツールでもできるから、既存の法律で裁けるんだ。まあ、それを理解していない AI 利用者ももろともにアウトなんだがな。またこの
の手の話の時はお願いするのだ。ああ、任せろ。あと、たまに本編にも出してくれないか。あはは。本編で弾んだドンさんや一般人の声担当をしてくださってますもんね。ごめんなさいなのだ。今日は地獄に転落した僕の仲間のお話なのだ。先輩の仲間のずんだもみんな地獄に転落してませんか？400円が悪いのだ。で、どうしたんですか？一発逆転を図ったんですか？そのずんだもんが最初に取った行動は、チャット GPT で成功メソッドを出力させ、それを有料記事として売り出したのだ。当然本人の体験談とか入れてアレンジしてるんですよね。コピペじゃないですよね。安心するのだ。全面コピペなのだ。ダメじゃないですか。成功している自分を演出するため、ホテルのロビーで写真を撮ったり、借金をして南の島にリゾートに行ったり、1日レンタルの高級車をナンバーをうまく隠して撮影したのだ。やってることがマルチ商法のディストリビューターさんや情報商材屋さんだ。だけどそいつより不憫なずんだもんたちは見事に騙されて情報商材を皆なけなしのお金で買ったのだ。これでこいつみたいに成功できると。しかしチャット GPT で書いた文章をそのまま貼ってるから整合性はないし、部分的に盗用も見つかって大炎上。ノート運営からも売上金が振り込まれる前に規約違反でアカウントを停止されたのだ。さらに燃えたのはそいつのアカウントだけじゃなかったのだ。唯一の資産だった橋の下の段ボールハウスは特定されて放火され、裸一貫になってしまったのだ。セレブを演出して実際は住所不定だったんですね。今はファーストフード店に何も買わずに潜り込み、充電スポットで商材屋に騙されないための方法を誰にも見向きもされないブログに書いているのだ。もちろんチャット GPT で。せめてチャット GPT より整合性を担保できるクロードにしましょうよ。画面の前のみんな、AI を使ってスマホ1台で月30万とか、そんな甘い言葉に誘われてないのだ。アッシュもそれインスタの広告で見ましたよ。AI が勝手に画像生成して売ってくれるから、寝てるだけで稼げるって。それ、全部嘘なのだ。正確には、稼げる方法を打ってるやつだけが稼いでる。そんな地獄の無限ループなのだ。嘘なんですか？でも、証拠の LINE スクショとか、銀行の入金履歴とかいっぱい載ってましたよ。出たな。それこそが今回のテーマ、偽造された実績の正体なのだ。紬は、文字丸っていうサイトを知っているのだ。文字丸？なんか可愛い名前ですね。アッシュの友達が使ってるアプリとかですか？可愛い名前だけど、LINE 風のチャット画面を自由自在に制作できるツールなのだ。このツール自体は面白いツールだけど、これを使って情報商材屋は相手とのやり取りも、振込完了のメッセージも、全部一人で自作自演してるのだ。じゃあ、おかげさまで初月から利益出ましたっていう感謝のメッセージも。そう、桜ですらない、ただの画像生成なのだ。最近の商材屋は、AI を使って、もっともらしい嘘を量産するのが得意なのだ。本質は10年前の詐欺と何も変わってないのだ。AI で稼ぐんじゃなくて、AI で稼げると騙すための画像を作ってるってことですね。えぐいな。騙される側は、そのキラキラしたスクショを信じて、なけなしのバイト代を30万のコンサル代に消すのだ。僕も昔、枝豆の皮を剥くだけで月収1億っていうセミナーに。先輩、それはさすがに騙されすぎです。アッシュでもわかりますよ。僕の不憫さはどうでもいいのだ。とにかく、SNS の実績画像は1秒で作れる。これを肝に銘じるのだ。了解です。アッシュも、文字丸に騙されないように、まずはしっかり勉強しますね。次回は、もっとやばい、銀行口座の貸し借りにまつわる闇を暴いてやるのだ。絶対に見るのだ。画面の前のみんな、友達から名前を貸すだけで5万あげるって言われたら、ラッキーって思うのだ。5万？アッシュだったら、寮でコスメ買いに行っちゃいますね。名前貸すだけなら減るもんじゃないし。甘すぎるのだ。それは、人生の終わりの始まり、絵の招待状なのだ。そんなにやばいんですか？名義出しで銀行口座を作られることがあるのだ。銀行口座を作られるだけで人生の終わりなんですか？銀行口座の譲渡や売買は立派な犯罪なのだ。詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反で警察がみんなの家に突してくるのだ。しかも一度でも口座売買に加担したことがバレると、日本中のすべての銀行で一生自分の口座が作れなくなるのだ。一生？
じゃあ、将来の給料の受け取りとか、ネットショッピングの決済も全部できないってことですか？そう、現代社会からの追放なのだ。これを銀行難民というのだ。怖すぎる。でも、なんで人の口座を欲しがるんですか？理由は簡単。自分の名前で汚いお金を受け取りたくないからなのだ。つまり、身代わりを探しているのだ。商材販売や闇バイトなどで稼いだお金を人の口座を経由させて足がつかないように出し子に引き出させる。これが奴らの手口なのだ。アンシたちが犯罪の片棒を担がされてるってことですね。ちなみに、もし脱税なんかに協力してると、税務署っていう最強の伴侶が一生追いかけてくるのだ。税務署。奴らは逃がしてくれないのだ。延滞税っていう地獄の利息をつけて全財産を没収しに来るのだ。アンシ、絶対に名前なんて貸しません。5万どころか、5億積まれでも断ります。正解なのだ。世の中に楽して稼げるなんて話はないのだ。あるのは誰かを楽して騙す方法だけなのだ。勉強になりました。先輩、アンシ、もっと自分を守る知識をつけたいです。よし、次回はついに最終回。この長尺狩りの巣窟からどうやって抜け出して本当に AI で価値を生む方法について話すのだ。お、ついに前向きな話ですね。楽しみにしてます。チャンネル登録して待っててほしいのだ。じゃあ、また次回なのだ。画面の前のみんな、これまで散々 AI 副業の闇を語ってきたけど、じゃあ AI で稼ぐのは不可能なのかと思ってると思うのだ。そうですよ、アンシ。もう AI っていう言葉を聞くだけで、お財布を隠したくなっちゃいます。結論から言うのだ。AI で稼ぐことは可能なのだ。ただし、楽して誰でもワンクリックでなんて魔法はないのだ。やっぱり地道な努力が必要ってことですか？結局、普通の仕事と変わらないんですね。その通りなのだ。AI は魔法の杖じゃなくて、ただのめちゃくちゃ便利な道具に過ぎないのだ。稼げる人と騙される人の違い、それは AI を手段にしているか目的にしているかなのだ。手段と目的？どういうことですか？騙される人は AI で稼ぐ方法という情報そのものを買おうとする。これが目的になってる状態なのだ。本当に稼ぐ人は自分の持っているスキルや仕事に AI を掛け合わせて効率を爆上げしているのだ。なるほど。例えば、アンシがデザインのお仕事をしてるとして、AI を使って案をたくさん出すとか。正解なのだ。リサーチ、下書き、プログラミングの補助、今まで10時間かかっていたことを AI で1時間にする。その委託時間でさらに新しい価値を生む。これが正しい AI の使い方なのだ。稼ぎ方、教わるんじゃなくて、自分のスキルを AI で強化するんですね。そうなのだ。自分の価値が0なら AI で100倍しても0のままなのだ。厳しいけど、これが現実なのだ。ぐぬぬ、耳が痛いけど、納得です。アンシもまずは、自分の武器を磨くことから始めます。良い心がけなのだ。それと、今後一般企業でもどんどん AI 化は進んでいくから、AI を怖がらないでほしいのだ。そっか、個人レベルだけじゃなく、企業レベルで AI 仕様は進んでいくんですよね。最後に、もし怪しい誘いを受けたら、この3つの言葉を思い出してほしいのだ。簡単、自動、限定公開。このワードが出てきたら、その瞬間にブラウザを閉じるのだ。了解です。アンシの人生、AI に踊らされるんじゃなくて、AI を乗りこなして、最高にキラキラさせてみせます。よし、これで、AI 副業の闇、シリーズは完結なのだ。次の機会があったらもっと具体的な、AI 活用テクニック、を教えてやるのだ。僕と紬の挑戦は、まだまだこれからなのだ。高評価とチャンネル登録、忘れないでほしいのだ。また次の動画でお会いしましょう。ニコニコの人はフォロー、いいねを。YouTube の人はチャンネル登録、高評価をお願いしますのだ。Amazon 欲しいものリストも投稿者コメントにあるので応援お願いします。